今回は近々家族で深夜便に乗ってタイのバンコクに行く予定があるので、深夜便を利用する時の家を出発する前、空港、そして機内での過ごし方と、あとは持っていくバッグやその中身を紹介したいと思います。今回利用する東京からバンコクまでのフライトは、日付が変わった夜中0時台のフライトで、バンコクには現地時間の朝5時前に到着する約6時間半のフライトです。早速なのですが、まず私が深夜便を利用するとき、一番皆さんへ注意喚起したいのが、持ち物でもなく、過ごし方でもなく、とにかく空港に行く日付を間違えないでということです。過去に私の身近な知り合いで、同じような深夜発のフライトを予約したら、空港に行く日付を間違えて旅行が全部キャンセルになったケースがありました。例えば7月20日の深夜0時30分のフライトに乗る場合は、前日の7月19日の夜に空港に行かないといけないんですが、私の知り合いは19日の夜は空港に行かずに20日のお昼も家でのんびりしていたら、途中で自分たちが予約していた飛行機がすでに出発済みだったということに気がつきました。こんなミス普段は絶対しないと思うのですが、旅行の前とかかなり忙しかったりすると、うっかり間違える可能性が本当にあるので気をつけてください。では、深夜便に乗る当日の過ごし方をお話しします。それぞれどのように過ごすかというのは、フライトの時間帯や、あと現地に着いた1日目をどんな風に過ごすかというのを考えて逆算していきます。例えば私の今回の日程の場合、深夜0時に東京を出発して、現地バンコクの早朝に到着して、日中はなんとなく眠いんですが、それでも外に出かけて食事をしたり、あとは子供はホテルのプールで遊びたがると予想されるので、初日はとにかく体力温存が鍵となります。なので、フライト中はとにかく寝るようにします。そして空港とか家では機内で寝ることに集中できるような準備をしていきます。まず家での過ごし方なんですが、早めの時間帯に軽い夕飯を食べます。後ほど空港に行って暇な時は結局ラウンジとかレストランでまたあれこれ食べるので軽めにしておきます。そしてその後は家でお風呂とかシャワーを済ませてしまいます。そして家を出る時は飛行機に乗る時の服装で出かけます。例えばジョガーパンツとか、あと締め付けのない下着を着用するようにします。ちなみに深夜便だと仕事帰りに職場から空港に直行するという方もいると思います。私も以前は結構会社から空港に直行することが多くって、その時は羽田とか成田の各ターミナルにある有料のシャワールームを利用してシャワーを浴びていました。航空会社のラウンジでも無料のシャワールームがありますが、夜は順番待ちで結構並ぶみたいなので、お金がかかってもラウンジ以外のシャワールームを使うようにしていました。そして次に空港での過ごし方ですが、チェックインとか出国検査を済ませた後の待ち時間には、ラウンジとかレストランでまた軽く何か食べて過ごすことが多いです。ただフライト中にトイレが近くならないようにカフェインとかお酒は控えています。私がよく行くアナラウンジは最近白玉ぜんざいがデザートとして置いてあるんですよね。この白玉を食べるとフライト中トイレに行く頻度が減るので、見かけたら積極的に食べるようにしています。そして歯磨きも空港の中で済ませます。ある程度お腹がいっぱいになったら飛行機へ乗る前に歯を磨いて寝るモードに入っておきます。そして最後はキッズスペースに行くこともあります。もうラウンジも飽きたら、その後は搭乗時間まで子供を搭乗口の近くに点在するキッズスペースで遊ばせて体力を消耗させます。あと忘れていけないのがお水の確保です。飛行機に搭乗してからしばらくの間は喉が渇いてもなかなかお水をもらうことができないので、一家族で1本は飲料水を持って飛行機に乗ると安心です。私の場合はあらかじめ空の水筒とかペットボトルを持って空港に入って出国ゲートの中でお水を補充することが多いです。そしていよいよ機内での過ごし方です。まず座席に着いたらやっぱり寝る準備をしていきます。アイマスクとかイヤホンとか
機内で寝ながら使うものと、あとそれ以外の荷物を分けていきます。夜便だとブランケットは結構座席に置いてあることが多いんですが、もしなかったらもらっておきます。あと搭乗した直後って結構機内が暑いと感じることが多いんですが、その後離陸して高度が上がると急に寒くなったりすることがあるので、上着は脱いでも上の棚には置かないで、座席の下とか自分の近くに置いておきます。そして安全のビデオを見終えて、そろそろ離陸しますという頃には、いよいよアイマスクをつけて寝ていきます。私の場合はアイマスクとマスクをつけて顔面完全装備で、そしてイヤホンをつけてポッドキャストとかを流しながら寝落ちします。あと子供がいると CA さんが事前にキッズミールとか特別機内食の確認に来てくれることがあるんですが、その時にもし寝ていたら機内食はスキップしますと伝えます。以前ですね、とある外資系のエアラインで家族全員で爆睡していたところをキッズミールですと文字通り叩き起こされたことがありました。最近は各エアラインでいろんな種類の特別機内食を指定することができますが、その選択肢の中で機内食不要というものもあるので、本当に邪魔されずに寝たい人はそれを選んでおくのもいいかなと思います。深夜便はできればフライト中は爆睡して、そして目が覚める頃にはそろそろ着陸態勢ですっていうのが理想です。以上が深夜便利用時の各場所での過ごし方です。次に深夜便に乗る時のバッグと持ち物を紹介します。とにかく飛行機の中で快適に眠るために持っていくアイテムが中心です。まずバッグは小さいバッグと、あと大きいトートやリュックに分けます。大きいバッグはもしパソコンを持っていく必要があるときは、こちらの以前別の動画で紹介したトムトックのリュックサックを使って、それ以外の時はもう少し低機能なリュックか、あとは大きめのトートバッグを使います。今回はパソコンを持っていかないので、このタイのブランドのナラヤのトートバッグと、また同じくナラヤのポシェットでいきたいと思います。まずこちらの小さいポシェットは貴重品をメインで入れて常に身につけておきます。中身はこんな感じで最低限で、パスポートに、あとお財布、アルコールスプレー、あとハンカチ、あとスマホもこの中に入れます。そしてこのポシェット裏側にもポッケが1個ついていて、ここには鏡を入れています。そしてこちらの大きいトートバッグには機内で使うものを入れています。このトートバッグ、最近は流行もだいぶ落ち着きましたが、軽くて丈夫で物がたくさん入るので旅行にぴったりです。中身はこんな感じで、実は内側に簡易的なポケットもあって大容量です。まずはネックピローです。このネックピローはこの丸い部分を手で押して空気を入れていきます。これは昔 Amazon で買ってもう何年も使っているもので、何がいいかというと、この空気を入れる量でこの枕の厚みを調節できたり、あとはこのカバー自体も選択できるのがいいんですが、ただ正直言うとこの枕のおかげですごく快適に眠れるというわけではなくて、ないよりはあった方がいいかなといった感じです。もし皆さんの中でおすすめのネックピローがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。そして空気を抜くときはここの黒いボタンを押してシューッと空気を抜いていきます。そして次が着圧ソックスです。長時間座っていると足がむくんでだるくなるので、それを軽減させるために飛行機に搭乗する前とか、あとは乗った直後とかに履き替えます。あとは水筒。先ほどもちらっと話しましたが、お水は保安検査の時には持ち込めないので、空のペットボトルとか、あとこういった水筒を持ち込んで、出国ゲート内にある給水器で水を補充して飛行機の中に持ち込みます。あとは搭乗口近くに結構自動販売機があるので、そこでペットボトルを購入することも多いです。あとはストール。機内での寒さ対策に持っていきます。
飛行機にもブランケットがありますが、子供がいるので念のため自分でも薄手のものを持参します。あとは機内ポーチですね。これは先日別の動画で紹介した機内で使う小物あれこれをまとめたポーチです。詳しい中身はそちらの動画を見ていただきたいのですが、さっと紹介すると、飛行機の中で使えそうなアイマスクとか、暇つぶし用の Kindle とか、あとイヤホンとか、リップとか、小さいものをまとめています。あと忘れてました。こちら一応ジップロックを持っています。一応どの空港でも国際線の保安検査場では液体物をこのジップロックのようなチャックで閉まる袋にまとめて入れてくださいっていうふうに言われているので、空港によってはかなり厳しく要求されることがあるので、その時に使えるようにこういったチャック付きの袋を持ちます。私の場合ですと目薬とか、あとアルコールスプレーが液体になります。あとはまた別のビニール袋ですね。先日の機内ポーチの紹介動画のところにコメントをくださった方がいて、その方がこういった座席の下に置く荷物を直接床に置くの抵抗があるので、ビニール袋の中にバッグを入れて床に置くという方がいて、私もたまに思い出したらそういう風にしているんですが、いつもこのビニール袋を持っていくのを忘れてしまうので、今回せっかくコメントをいただいたので、今回の旅行では忘れないように持っていきます。そしてあと最後に、こちらは子供用のお絵かきセットです。子供も深夜便では普段は寝ているんですが、万が一眠れなかったり、あとは空港での待ち時間で使えるように、こういったお絵かきセットとか、あとは少しお菓子とかも場合によっては持ちます。あとは使う機会があるかはわからないんですが、ごくごく最低限のメイク道具も一応入れています。先ほどシャワーも浴びてから飛行機に乗ると言いましたが、一応シャワーを浴びてメイクも落とした後も、出かける前は眉毛だけは描いておくんです。すっぴんで眉毛も何にもないと私の顔がとても怖すぎるので、ただ空港で過ごしたり飛行機に乗っていると、朝になって現地の空港に着くと描いたはずの眉がなぜか消えてるんですよね。なので現地の空港に到着してホテルに移動する前とかにお手洗いに寄った時とかにちゃちゃっと必要な箇所だけ修正できるようにアイブロウペンシルとか、あと簡単なアイシャドウとかを持っていくようにしています。最後に1個、スリッパを忘れていました。夜のフライトではスリッパに履き替えてから寝ています。以上がバッグと中身になります。機内に持ち込む荷物は寸法とか重量に厳しく規定があるので、最低限のものだけ持つように心がけています。現地の空港に到着した後も、飛行機を降りてから入国審査の場所までたくさん歩かされたり、場合によっては置き止めで飛行機から空港までバスに乗ったり、あと入国後もお金を両替するだとか、配車サービスの乗り場を探すとかで、スーツケースも持ちながらうろうろするので、荷物が重いと結構大変なんですよね。今回の動画いかがでしたでしょうか？深夜便は時間を有効に使えるので、なかなか休みが取れない会社員にとってはありがたいんですけど、どうしても睡眠がおろそかになって、現地に到着した初日は結構ずっと眠かったりします。なので、フライト中になるべくたくさん寝て、体力温存することが旅行を目いっぱい楽しむ秘訣だと思っています。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。